おはようございます。ただいま朝の5時53分、江ノ島電鉄の発車駅である鎌倉駅に来ております。人生初始発の江ノ電です。やっぱりまだ5時台ということもあり、かなり静かです。車体が緑色だからか、車内の椅子も緑色でした。このレトロな雰囲気がとてもいい感じですね。If only I could finish something, run straight through to the end, close the chapter dignified, damn girl you did it again, but will it never be さて、江ノ電といえば住宅のすぐギリギリを走るのが特徴ですよね。本当に近すぎないかって思うくらい近いです。スリルが満点ですね。そしてまず向かっている先は鎌倉高校前。ここから約20分ほど電車に揺られていきます。電車が進んでいくにつれ、海がちらっと見えてくるのがいい感じですね。only I could build a tower, pierce right through the clouds, saxophones every hour, who hasn't heard of me now? The next station is Kamakura EF8. Trying to keep myself real tight. Will I ever settle down? Steady even when it gets loud. さて、鎌倉高校前のホームに降り立ちました。目の前はすぐ海です。落ち着いていて、かつ空気も綺麗で圧倒されちゃいますね。海辺にやってきました。もう大変のどかな朝です。平和を感じますね。朝からランニングをしている人や犬の散歩をしている人がいたりしますね。この時間帯は観光地というより地元の人の朝をちょっと覗いているような感じがします。いやー、気温もひんやりしていて遠くまでよく見えますね。潮風も柔らかくてとってもいい感じです。そして鎌倉高校前に来たら絶対見ておきたいのがこの踏切ではないでしょうか。アニメ「スラムダンクのオープニングに登場する聖地でもあります。もともとは地元の学生さんたちが通学で使うごく普通の駅だったそうなんですが、今では鎌倉の中でも特別な観光スポットになっているそうです。海外からもたくさんの人が訪れてるみたいですね。一瞬、すごい一瞬で通り抜けてった。
続いては先ほどの江ノ電に乗って長谷駅にやってきました。食品サンプルが売ってる。さて、中に入りました。木の香りと少しひんやりした空気、朝の光が石畳に反射してすごく綺麗です。まだ朝早いので人の姿はほとんどありません。パンフレットを見ながら拝観していきます。ここはお花の寺とも呼ばれていて、四季折々のお花が楽しめることで知られているそうなんですね。春は桜、初夏はアジサイ、そして秋は紅葉。ただ今回訪れたタイミング的には紅葉はまだっぽかったです。そして池のほとりには微笑むなごみ地蔵がいました。そして見晴らし台にやってきました。目の前で見る海もいいんですが、高いところから見る海も素敵ですね。朝の光が海に反射してキラキラと揺れています。そして最後は良縁地蔵。見てるだけでにっこりしちゃいます。こちらのお地蔵さんは結構小さいのでお見逃しなくですね。すごい細い道だ。風情があるね、この通りは。ということで長谷の町をお散歩しているんですが、この長谷エリアは神社が多い町並みだそうなんですね。風情を感じながら散策するのが楽しいです。ちなみに神社の目の前を通る江ノ電の踏切があるということで、ちらっと見ていこうと思います。こちらは江ノ電の線路沿いにある小さな神社です。わあ、すごいいい景色だ。海もあって緑もあって素敵すぎますね。しかも全然人通りがなくて
これは穴場スポットなのでは。御陵神社から徒歩数分のところにやってきました。鎌倉の七口と呼ばれる古い道の一つで、昔はこの坂を通って鎌倉の町へ人や物が出入りしていたそうです。木々が生い茂っていてゆらゆらと揺れて美しい。そしてその先の海、最高ですね。歴史のある場所ですが、どこか素朴で落ち着く空気があってよかったです。さて、朝一から散歩をしたところで朝ごはんを食べに行こうと思います。この時間の江ノ電は通勤っぽい人もいれば、これから観光する人が増えてきたり、徐々に人が増え始めていますね。 We will soon arrive at Kamakura Terminal EN15. 昭和20年の創業以来、鎌倉の老舗喫茶店として大勢の人々に親しまれているお店です。入り口の可愛い食品サンプルが目印ですね。もうレトロすぎてお店に入る前からワクワクが止まりません。Being gentle with how we feel. There's a charge in the room. I can feel all the fire rising. How and all we care. We will honor this tender space. Give 朝のすきっ腹にしっかり甘味を入れてきます。血糖値爆上がり確定ですね。パンにサンドされているのはパイナップル、キウイ、みかん、黄桃、バナナとフルーツ盛りだくさんです。そしてこちらは岩田コーヒーオリジナルブレンド。ゴロゴロとフルーツがサンドされているので大変重みを感じます。ちなみにフルーツサンドは季節によってサンドされるフルーツが違うみたいなので、何回も来たくなっちゃいますね。I breathe in. すきっ腹に美味しさ抜群の生クリームで胃がやられました。さて、こちらは小町通り商店街。鎌倉のメイン商店街といっても過言ではない場所です。昔ながらの老舗店から新しい話題のお店まで、魅力的なお店がたくさん並んでます。10時半を過ぎてくるとだいぶ人も増えてきましたね。小町通りから少し離れた通りにやってきました。細い小径を入るとさっきまでの人混みが嘘みたいに静かです。観光エリアとはまた違う落ち着いた雰囲気。通りを歩く人もそこまで多くないです。同じ鎌倉なのに通りを一本入るだけでこんなに空気が変わるんですね。鎌倉紅屋にやってきました。ここはカフェとショップが併設してるみたいですね。パウンドケーキやクッキーなどくるみを使った焼き菓子がたくさんあります。卓上カレンダーやスケジュール帳などオリジナルグッズも売ってました。
そして看板商品のくるみっこ、自家製のキャラメルにくるみをたっぷりと詰め込んでバター生地で挟んだお菓子です。さて、引き続き鎌倉の街をお散歩していきます。鎌倉駅の大通りの方にやってきました。駅の近辺は変わらず賑やかです。空気も澄んでいて穏やかな感じがいい感じです。歩いていたら偶然見つけた野菜マーケット。ここでは鎌倉の野菜や果物が売られていて、鎌倉の台所とも呼ばれているそうです。この場所、なんと昭和3年から続いているそうです。2番線列車到着です。一通り鎌倉駅周辺を楽しんだところで、お隣の町北鎌倉駅へ移動します。この電車は東武快速線直通千葉行きです。次は北鎌倉です。This is the Southern Line train for 千葉。The next station is 北鎌倉 JO8。乗っているのは JR 横須賀線。北鎌倉まで歩いて行こうかなと思ったのですが、地味に距離があったので電車に乗りました。江ノ電のように結構住宅街の近くを走っていてスリルがあります。高速の電車、線路内に人立ちがありましたので、安全確認を行い。外観は昔ながらの日本家屋です。外にメニューがあったので見てみたら、なんとラーメンとお寿司が同時に頼めるみたいです。
さて、お腹が満たされたところでまた散歩をしていきます。北鎌倉にも踏切を発見です。この踏切は先ほど乗った JR 横須賀線ですかね。周りは民家が多くて、すぐ近くには竹林もあったり、さて、駅から歩くこと8分ほど、上智寺にやってきました。さっきまで車や電車の音で賑わっていたのに、ここでは鳥の声しか聞こえません。木々が多くて日差しも柔らかいですね。空気がひんやりしています。まずは書院です。この書院は大正13年に建てられたそうなんです。なんとも素朴な佇まい。さらに進むと木々が多くなります。少し前には車の多い通りを歩いていたのも忘れてしまうほどです。自然の静けさを感じられる散策路ですね。そしてこちらは竹林エリア。派手さはないんですが、静かでずっとここにいたくなるような場所です。観光客も少なくて、まるで時間が止まっているみたいです。こういう静けさを楽しむ場所は鎌倉らしいですね。Live by just being power and finding your wholeness in now. Coldly mute out the chatter, feel it burn off the fire.さて、北鎌倉を楽しんだところでもう一度鎌倉へ戻ります。実はあともう一軒気になっていたお店がありまして、そのためにまた電車に乗って戻ります。次は鎌倉です。The next station is 鎌倉 JF7。北鎌倉の静けさにはすっかり癒されましたが、鎌倉駅周辺はきっとまた賑やかなんでしょうね。駅前はかなり混んでいそうな予感がします。さて、
極楽寺駅近辺を歩いております。駅周辺は人も少なくてとっても静かです。江ノ電の駅はどこも個性がありますが、ここは特に落ち着いた雰囲気がいいですね。時間がゆっくり流れているように感じます。観光地というよりどこか懐かしい住宅街といった印象でしょうか。老舗感満載の中華屋さんだ。あった。実はここカレーなどのスパイスの卸を行うお店なんです。この外に飾られているナスの置物が目印です。カレーのスパイスセットと呼ばれる誰でも簡単に本格的なカレーが作れるキットが人気なんだそうなんです。袋の中には調合済みのスパイスが小分けで入っていて、順番に加えるだけで本格的な味に仕上がるとのことです。さて、朝の5時から始めた鎌倉観光、そろそろおしまいの時間です。今回鎌倉を歩いてみて改めて思ったのは、人が多そうな場所こそ早朝から訪れるのが正解ということではないでしょうか。朝の鎌倉は空気が澄んでいて静かで、同じ景色でもお昼とは全く違って見えましたね。人気の観光地も朝ならまだ人がいなくて、ゆっくりと自分のペースで歩けるのが良かったです。お昼頃になると一気に人が増えて、電車も道も賑やかになっていましたが、それもまた鎌倉らしい光景ではないでしょうか。今日は一日でかなり歩きましたが、海もお寺もカフェもどれもそれぞれ魅力的でしたね。次は季節を変えてまた来てみたいですね。違う光、違う風、違う鎌倉に出会える気がします。その時もまた早朝の電車に揺られて、海沿いの景色から旅を始めたいですね。いやー、それにしても普段の運動不足によって夕方頃にはもう足が限界になりました。でもそれ以上に心が満たされたのでよしとしましょう。今日は好きなだけ爆睡しようと思います。ということで、これにて今回の鎌倉一人旅は終了です。次はどこに行きましょうかね。ベッドでゴロゴロしながらポチポチと情報収集したいと思います。ここまで見てくださった方、お疲れ様です。最後までご覧いただきありがとうございました。